ブラックキャッツの鉄道技術昔話第42回50系客車の話ということで、本日はねお話をさせていただこうと思います。50系客車が製造された背景はということでねお話をさせていただこうと思います。短命にね終わってしまった50系客車というイメージが強いんですけれども、こちらの方ですね、どういう理由から出来上がったのかということですね、誕生したかということですが、老朽化したですね、一般客車の置き換えようとしてね、昭和50年に誕生したそうです。昭和31年以降、一般型といえる客車は製造されておらず、これらが老朽化していた、特にね、旧型客車を置き換えることを目的に開発されたものが50系客車でした。もちろん、急行型客車の格下げ改造、マッハ43などで、全体としてのね、改善は進んでいたとはいえ、引き続き手動でドアで会うことからね、安全面でも問題があり、昭和50年当時で 90% 以上の客車が経年20年以上経過していることから、早急な取り替えが必要と考えられていました。写真、これ、余部のね、旧橋梁のところですけども、昭和61年の実は写真です。昭和61年ということは1986年なんですけども、翌年にはね、JR になるんですが、その時点でもですね、まだこのような旧型客車が走っていました。大体国道自体はですね、特急車両でおおむね16年から18年、その他の車両では大体20年前後で置き換えられていました。一般客車で初めて自動ドアを採用したのがね、50系客車でした。50系客車の特徴は、やはり何といってもね、自動ドアの採用ということで、実はですね、下の写真ですね、スハ43と書いてますけれども、これらすべてね、手動ドアでした。乗客の転落事故等が問題視されていることから、自動ドア付きのね、客車っていうのが条件とされましたということで、基本的な仕様ですね、当時の資料、1977年5月号のね、交通技術という記事から引用してみたいと思います。50系客車の設計方針ということで、基本的な考え方ですね。こちらの方なんですけれども、神経式客車の設計だってね、基本的な考え方は次の事項を考慮したというふうに書かれています。まず、一般用客車を取り替えようとすること。ローカル用として最大車両長及び車体幅は大来車並み2800ミリとする。他車種とのサービス水準の調和を図る。大来車と連結を図る。側引きの自動化と旅客の流れの改善及び居住性の向上。車掌業務の効率化。行動部品の標準化を図る。最高速度は95キロとする。こういった内容でした。なおね、貨物用機関車などと併用ができる線区としてね、検討した結果、仙台地区、広島地区及び地方地区に投入されることとなり、通勤・通学輸送対策用として、昭和51年度の第二次債務車両計画において、78両が誕生していますということで、最終的にはですね、57年まで同備が進められることになりますけれども、こちらの方ですね、最初の第一陣は筑豊地区に36両、広島地区に31両、仙台地区に11両ね、投入されます。エアセルの通勤時間帯などで威力を発揮ということで、朝のね、通勤通学などの輸送に主眼が置かれていたこともあり、従来客車と異なり両端部はね、ロングシートとするとともに、出入り口も両開きのね、大きなものとなりました。なお、環球車のね、オハフ50は前後に乗務員室が設けられていて、車掌室の環境改善というのをね、それに基づいてされたようです。50系客車の特徴ということでね、ご覧になっていただこうと思うんですけども、オハ50の方からね、見ていただこうと思います。オハ50の方はですね、室内中央はクロスシートとし、レイライ近くをロングシート、両端にはね、レイライを配置するということで、こちらの方ですね、図を見ていただくとわかるんですけども、両側のね、真ん中付近がクロスシートになってて、ちょうど窓1枚分ずつと、戸袋部分ですね。ここがロングシートになっているということで、この出以外はですね、両開きのドアになっています。基本的にはオフ50と同じ配置ですけども、1ボックス分ですね、定員が増えるようになってますということで、両端ボックスシートにロングシートにしたのは、ローカル線でのね、通勤・通学輸送を考慮したためというふうに言われています。オハフ50の方なんですけども、
オハフ50も基本仕様は同様ですけれども、客室の後ろの方ですね、便所と乗務員室。で、前の方には会員乗務員室を設けるということで、写真の方ね、見ていただくとわかるんですけども、手前の方が乗務員室と、この白い窓ですね、これがトイレですね。で、反対側にも小さいドアが見えると思うんですけども、これは会員乗務員室ということでね。で、見取り図とか見ていただくとわかるんですけども、形式ですね。こういう感じになっています。で、このトイレの横のドアですね、ここだけが片引き戸ね、片引き戸っていうか、片側の引き戸、一般のね、そういう客車と同じものになっています。そこがね、オハ50と違うところです。で、特徴としてですね、両端に設けられた乗務員室ね、こちらありますけれども、どの位置にもね、連携をするということで、後方確認ができるわけですが、結果的にね、デッドスペースを増やす結果となったのではないかな、っていうふうに思います。50系客車のね、基本仕様ということでお話をね、させていただこうと思います。乗客のね、乗降をスムーズにするために側引き戸をね、1000ミリに拡幅して、出入りを広くしました。出入りある客室の仕切りはですね、これは両引き戸構造で拡幅し、オハフ50については、出入りは両引き戸、ね、後位は引き戸とし、戸袋にはそれぞれ窓ガラスを設け、明るく見通しを良くするということで、後位の方は引き戸っていうのはですね、こちらトイレのある側ですね。で、あと、客室の側窓は上下2枚の窓ガラスをユニット構造にすると。便所や車両用強化プラスチック製による難燃性のユニット方式。連結開放作業が多いので、両端部における空間を多く取るため、スマブ、連結弁ですね、交代角をつけるということで、12系や14系法でもないですけどね、若干後ろへ下がってました。で、車体幅については現用の一般客車と同じ2800ミリとする。等となってましたということでね。ローカル線の普通列車用ということで、当然冷房装置の設置は見送られ、準備工事も行うことはありませんでした。台車も同様の理由で、コイルバネの台車、TR230 型14系客車をね、空気バネのバネに変更したものが採用されましたということで、ここですね。空気バネからコイルバネに変更されています。あとですね、50系客車は自動ドアを採用したんですけれども、この自動ドアの空気ですね、これは機関車からもらってました。電源車を保有せずね、自動ドアの開閉用空気は機関車から供給ということで書いてるんですけども、50系客車は自動ドアが採用されましたが、ドアエンジンの空気の供給は機関車から行われていました。機関車ではね、ブレーキ感とは別にブレーキを見ますと、白色のコックがね、あるかと思います。ここですね。これが MR 管と呼ばれるもので、この管を経由して自動ドアのね、開閉用空気が供給されていました。ただ誕生した時期のタイミングがね、悪かったこともあり、ローカル線の廃止やね、単編成化、頻発運動増加などでですね、客車としての運用できる場所が少なくなって、特に昭和57年以降の荷物列車削減などで、客車列車自体がね、大幅に削減されると、余剰車が発生する事故となり、青函トンネルに転用されたり、イベント列車にね、改造された車両と除けば、比較的早い時期にね、淘汰されてしまいました。九州地区の50系客車は冷房化されたものがね、少数ありましたけども、平均で10年程度でね、廃車解体されてしまいました。次ですね、50系客車は仲間たちということでね、ご覧になっていただこうと思うんですけれども、これらの一応簡単にですね、すべての、網羅できないかもしれませんけども、ちょっと簡単にね、書き足してみました。で、申請者としては、オハ50、オハフ50ね、あとオハ51、オハフ51。このオハフ51とオハ51は、北海道向けですね。で、マニー50、それとスユニ50ということでね、スユニ50だけが実はこう書いてるんですけども、車体自体は申請なんですけど、台車をですね、流用したということで、街道名義というふうになっています。要は台車を流用してね、国鉄工場で電車両を製造されたそうです。50系客車を仲間たちということで、改造車の方もね、一応、私の方でね、簡単に拾った程度だけなんですけども、紹介の方だけね、させていただこうと思います。オハ50とオハ51の方ですね、こちらが海峡専用ということでね、改造されたっていうのを記憶される方多いと思います。転換クロスシートをね、新幹線のシートを採用して、オハ50の方ね、固定窓にしてっていうのをね、あったと思います。
で、他にもですね、まず珍しいことはアイランドエクスプレスね。こちらの方、JR 四国がジョイフルトレインとしてね、誕生させてました。これちょっとびっくりしましたよね。特に遊ぼう用のね、客車とか、他にもノスタルジックビュートレインのね、JR 東日本なんかもそうですけども、一番最後ね、正直言って、これはと思ったのが、キハ33ですかね。オハ50を改造した機動車、JR 西日本のね、街道というかね、作ってみたら余計高くついたみたいなね、そういう風なのがありましたけども、そういうふうに改造された車両もありましたけどね、その大半はですね、800両近く作られてですね、本当に下手したら4年か5年で廃車になったっていう車両もね、結構ありましたよね。万端線なんかで大量にね、留置されているという、そういうのを見た記憶はあります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は桜木町事故と研究行為ということでお話をさせていただきます。ドアコック、通称 D コックの解説なども合わせて行う予定にしております。お楽しみにお待ちください。